はい、皆さんこんにちは。本日はブレンダーフェスにご参加いただきまして誠にありがとうございます。このセッションの司会を担当いたします CG ワールドの阿部です。どうぞよろしくお願いいたします。涌井玲さんによるですね、ミュージシャンの僕がブレンダーを活用した映像クリエイターになるまでというタイトルでお送りさせていただきます。ではですね、涌井さんをご紹介させていただきます。涌井さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。1個前のセッションから続いてという形で、はい。今回はいろんなところで出演してるんですけど、やっと自分のセッションということでよろしくお願いします。そうですね。はい。この時間たっぷり涌井さんにお話を聞かせていただきたいと思います。ではですね、いろんなところでご登場ということもありますが、セッション始まる前にまずは簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいですかね。はい。ちょっとスライドにちょっと入ってるので、こちらを、はい。では、改めて、映像ディレクターと VFX アーティストをしています、涌井玲と申します。よろしくお願いします。で、僕はですね、セッションタイトルにもある通り、自分でもバンドをやっていて、ドラムを叩いてるんですけど、自分のドラムをやってるそのバンドのミュージックビデオっていうところから映像制作に入りまして、で、それがきっかけで MV をたくさん撮っている中で、CG もやってみたいなということで、ブレンダーを勉強し始めて、で、2021年春に、Everything Lost という曲のミュージックビデオを初めてブレンダーでリリースしました。で、こちらが、いろいろと、CG ワールドさんも含めていろんなところで取り上げていただき、VFX Japan Award 2022だったりとか、映像作家100人2022、2023といったところに、選出していただきました。で、今はですね、普段実写合成をメインとして、VFX の技術を活かしてミュージックビデオだったり CM のディレクションや VFX を手掛けております。で、基本的にツールも全部ブレンダーとアフターエフェクトとかでやっているという感じになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあもう早速ですかね、ブレンダーを開いてという感じですか？ちょっと先にですね、いろいろと、今回のセッションなんですけど、割と他の方が、VFX の実写合成のテクニカル周りの、三宅さんとかが、していただいているので、僕は、基本的にその自分がどうやってブレンダーを学んできたのかとか、ブレンダー学ぶ上でいろいろモチベーションどういうふうに保ってきたのかとか、そこからさらに今仕事としてやる上でこういう新しく覚えなきゃいけないことがあったよとか、そういう話をできればいいかなと思っています。で、まずはですね、僕が最初にブレンダーで作ったこちらの、Everything Lost という曲のミュージックビデオを、流したいと思います。で、これやり始めた時はもう、全然ブレンダーを使ったことはなかったんですけど、いろいろ映像制作自体はそれまでもやってきたので、その中で自分のルーツ的にやっぱりゲームとかもリアルなやつが好きとか、リアル系の CG っていうところにすごい憧れは長いことあったので、それをやってみたいなということでブレンダーに手を出しました。で、これは、もう最初に作った時、2019年ぐらいに撮影し、2019年の末ぐらいに撮影して、2021年の春に公開したんで、だいたい1年半ぐらいの制作期間で作ったんですけど、もちろんそれだと、ちょっと仕事としてやるには制作期間として長すぎるので、そこから今に至るまでどういうふうにワークフローを変えてきたのかっていうところもこの後お話しします。この作品自体がそうすると初めてのブレンダーで作った作品ということなんですかね。はい。ところどころ後ろでドラムを叩いてるのが僕です。はい。で、これはもう撮影も3時間ぐらいで、なんかのミュージックビデオの撮影の後に、同じスタジオにグリーンバック敷いて、もうちゃちゃっと撮って、すごい今思うと、雑な環境で撮ったんですけど、頑張って後処理して、これを作ったっていう感じですね。なるほど。はい、本編は、YouTube でも見れるのと、ちょっと最近、4K アップコンバートバージョンっていうのも公開しているので、よければチェックしてみてください。ぜひ見ていただければと思いますね。はい。で今回の、講座ではこのミュージックビデオを、軸にいろいろな話をしていこうと思います。この辺の崩壊するシーンとかもブレンダーで全部作りました。そうなんですね。すごい。はい。では、次のスライドに行って、ちょっと、改めてになるんですけど、本セッションの流れということで、まず前半は Everything Lost
を中心に、それがどういうふうにできてきたかとか、どういうふうにブレンダーを僕が勉強してきたのかっていう話と、それに伴う制作モチベーションだったりとか、制作とか公開に対してどういう反響があったのかっていう話をします。で、その後にですね、ブレンダー自体のアップデートですね。僕が始めた時って 2.8 とかで、今はもう 3.6 になってるんですけど、そこで機能が追加されるに従って、どんな風に僕の実写合成のワークフローが変わってきたかっていう話を、ブレンダーのアップデートのタイムラインに並べてしようと思います。で、その後、じゃあ実際自分で半ば実制作みたいな形で作ったミュージックビデオの後に、仕事としてやり始めた時に、どういうことが必要だったのかっていう話をします。で、その後ですね、今どういうワークフローで結局やってるのかっていう、ちょっとテクニカル寄りの話と、それから、今最近はですね、僕もチームを立ち上げまして、ブレンダーユーザーのチームで、3DCG のミュージックビデオだったり、映像を作る上でどういうふうに共同作業を行っているかという話もしたいと思います。では、早速まず Everything Lost ができるまでの話をしていきます。で、ちょっとこれさっき話したことと被るんですけど、僕2015年ぐらいから映像制作自体はやってまして、結構 Everything Lost で初めて僕が MV を作ったと勘違いされてる方が多いんですけど、実はそれより何年か前から、アフターエフェクトとかを使って、ミュージックビデオの制作を行ってました。で、最初は本当に実写をカットしてつなげたミュージックビデオだったり、グリーンバックもやったことあったんですけど、基本的には、全部アフターエフェクトの中でやってて、3DCG 使うとしてもエレメント 3D とかアフターエフェクトの中でできるプラグインを利用して、実写合成の作品を作っていたこともあります。はい。で、ちょっとその昔の実写合成の作品も今日載っけたかったんですけど、ちょっと許可を取るのを忘れてしまっていたので、ちょっと今日はカットさせていただきますが、なんか後日どっか SNS とかで上げようかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。で、最初ですね、Everything Lost をじゃあ作ろうってなった時の話です。で、Everything Lost って曲自体が、作詞僕がやったんですけど、すごい壮大なテーマの曲で、なんか、人々がいなくなって滅んだ世界で、歌ってる物語みたいな感じになってて、その壮大な曲の MV をどうやって撮ろうかっていう話になった時に、合成でなんかやるしかないよなっていう話になったんですね。で、僕も、ずっと 3DCG への憧れはあったので、これを機に 3DCG を始めてみようと、そこで思い立ちました。で、当時 2.8 がリリースしたばっかりで、ブレンダーというソフトとしても結構話題になっていた時期でした。で、そこでですね、当時の、ブレンダーユーザーってみんな多分イアン・ヒューバートさんのことを知ってる人が多いんですけど、イアン・ヒューバートさんという、神のような、ブレンダーの神みたいなクリエイターがいるんですけど、その方が、いろいろ実写合成の作品だったり、リアルなモデリングの仕方っていうのを、アップしてて、で、その中で、レイジーチュートリアルスっていうこの右に、ちょっとサムネを貼らせてもらってるんですけど、全部1分ぐらいのすごい早口で作り方を説明する、チュートリアル動画があって、これを見てて、で、なんかこれだったら自分もできそうだなって、率直に思ったので、いろいろ真似して最初作り始めました。で、そうですね、すごい早口なんで、止めて、ゆっくり見ながらやんないと分かんないこともあるんですけど、見れば結構、要点は抑えられてたんで、それでいろんな技術を学びました。1分で、例えばエアコン作ったりとか、そういうようなものなんですね、これ。もう何にもないところから1分で、見ると分かるんですけど、すごい早口で、どんどん説明が進んでいくっていうチュートリアルです。で、撮影は、Everything Lost の撮影は2019年の11月頃に行って、で、もう全くブレンダーができない状態で撮影してるんで、もう見切り発車なんですよ。もうやるしかないっていう状態に、なってたんで、ある意味頑張って勉強できたのかなっていうのもあります。で、その後ブレンダーの学習と、ファーストカット、一番最初のシーン、ボーカルがちょっと俳句みたいなビルで横側で歌ってるところがあるんですけど、そのシーンの制作に約半年ぐらい。それが、作りながら学習していくみたいなことで半年ぐらいかけて、で、その他の制作にその後1年ぐらいかかって、で、結局公開が2021年の4月という感じのタイムラインです。で、当時僕が一番衝撃を受けたイアン・ヒューバートさんの作品を1個、流すんですけど、
ダイナモドリームっていう、もう、これが2020年の半ばぐらいにこの映像が公開されて、すごい衝撃を受けたんですけど、ちょっと飛ばしますね。なんか、これ、イアンさんの奥さんなんですけど、そうなんですね。はい。グリーンバックでこうやってバーっと撮ってる素材がこの下のすごいサイバーパンクな SF の世界の中に入っているっていう。で、このすごい狭いスタジオで撮ってるのに、この上下があったりとか、そのグリーンバックの奥というか、人以外の部分がすごい無限に世界が広がってるみたいな、この感覚がすごい衝撃的で、自分もこれをやってみたいなと思って。で、イアンさんもいろいろチュートリアルをアップされてるんで、まあ見ながらやればできるっていうところもあったんで、それを最初は見ながら勉強していました。で、まあこれは結構、ブレンダーを多分当時始めた方は、イアンさんに影響を受けている方も結構多いと思うんですけど、大体そのぐらいの世代の人は通ってる道なのかなと思ってます。でもやっぱり今見ても、もうこれの公開から3年ぐらい経ってると思うんですけど、相当クオリティが高くて、で、どんどん続編も更新されてるっていう作品になります。これだけなんかこう狭いスタジオで収録してると思わない、この奥行きというか、広がりを感じますよね。そこがなんかすごい夢があるなと自分は思って、なかなかこう、まあ僕みたいにバンドをやってって、で、最初事務所入る前だったりとかするとやっぱお金なかったりもしたんで、なんかそういう中でやれる表現ってすごい限られてたんですけど、これを見た時にすごい無限の可能性を感じたというか、このグリーンバックの向こう側をいくらでも好きな世界を作れるんだっていうのにやっぱりモチベーションが湧いて最初は始めましたね。はい。で、その後実際にブレンダーを学習していったんですが、まあ、書いてある通りバンドメンバーからですね、なんか合成っぽいのとか CG っぽくなったら嫌だなみたいな最初言われてたんですよね。で、それがすごいこう作ってる中で何回も頭の中をそのセリフがよぎってこれ合成っぽいかな、言われるかなとか、CG っぽいかなっていうのをすごい感じてました。で、今でもその合成っぽいとか CG っぽいって言葉が言われるのがすごい嫌なんで、言われないように作ろうみたいなのが今でも結構残ってます。で、まあその明確な一つのこだわり、合成っぽくならない、CG っぽくならないっていうところにすごいこだわりながら、もうとにかくリアルなファーストカットを最初は作ってやろうっていうところから独学を始めました。で、今下に2枚画像並んでて、右下が一番最初に作った、右下が最終版ですね。最終版の Everything Lost のファーストカットなんですけど、左下が一番最初に、テストで作ったシーンになってます。で、なんか今見るとそんなに違いないかなって気もしつつ、当時の自分は多分納得できなくて、何回もこれを作り直して、で、右の絵になったっていう感じです。で、最初はもうモデリングとかもできなかったんで、なんか、もう簡単なこの箱を並べてできるようなシーンから作ってて、で、EB っていうブレンダーのリアルタイムのレンダラーで最初は作ってました。っていうのも、そのサイクルスっていうリアルなレンダラーがあることを知らずにずっと EB でやってて、それでやるもんなんだと思ってたんで、ずっとやってたんですけど、途中でサイクルスに気づいてからサイクルスに切り替えてやってます。で、最初はこの左側のシーンは外のビルとかはアセットを置いてるんですけど、最終版の右側のシーンは全部外のビルとかもモデリングして配置してます。で、あんまりなんかそのアセットを使えば早くできるみたいなのも分かってなくて、とにかく全部モデリングしていたっていう感じですね。全部自分で作って。そうですね。基本的に、はい、近くで見えてるものとかはもう全部自分で作って配置してました。まあ、イアンさんがそうだったんで、それが当たり前なんだと思って、やったんですけど。イアンさんのやり方を踏襲して、そうですね。はい。だから細かいところを見ると、柱のなんかパイプみたいなところからちょっと漏れ出してシミができてるとか、なんかこういうところも結構細かくこだわって作ったのかなと思います。で、僕がですね、ブレンダーを学習するときに何が大切ですかとよく質問されたときに答えることがあって、まあ、機能を絞るってことなんですね。で、ブレンダーってめちゃくちゃいろんなことできるんですよ。で、今、下にずらっとブレンダーでできそうなことを並べてるんですけど、まあ、ブレンダーをじゃあ、
勉強しようってこうふわっとした気持ちで始めると、じゃあこれを全部勉強しなきゃいけないのかな、一個ずつっていうふうに思うんですね。で、なんか、教本とか普通に読んでいくと、モデリングのやり方とかが書いてあるんで、それで一通りのことは学べると思うんですけど、効率よく学ぶためには、結構目標をはっきりさせるってことが大事なんですね。で、僕の場合はですね、リアルな実写合成シーンを作るっていうのが、最終目標だったんで、そこから逆算していくと、ブレンダーの機能っていうのがだんだん絞れてきます。じゃあ、リアルな実写合成シーンを作るためにはどうすればいいかっていうと、背景モデルはもちろんリアルに作る必要があると。で、カメラトラッキング、カメラの動きを3次元上で再現して、実写と同じ動きをするようにするっていう技術が一つあるのと、あと、ライティングを実写と合わせて馴染むようにする。で、最後、CG をレンダリングするときもコンポジットでいろいろ調整したりとかできるようにコンポジットするっていう、この要素があるなと思っていて、でそう考えると、じゃあブレンダーの機能ってこの辺を使えばいいよねっていうのが、調べたら大体出てくるんで、そうするとこの辺の機能を自然と学ぶことができていくと。こういうふうに書いてるんですけど、結局、やりたいことを、チュートリアル見ながら真似してるってそれだけなんですけど、最初はもうそれで、機能をこう絞って覚えていくと、やりやすい。目標がはっきりやると勉強しやすいなと、個人的には思いました。なるほど。で、そうですね、イアン・ヒューバートさんのパトロン、毎月3ドルとか払ってると、メイキング動画が全部上がってるんで見れるんですけど、それを最初はずっと見ていて、で、逆にいわゆる初心者チュートリアルみたいな動画って、当時あんまなかったのもあるんですけど、あんま見た記憶がなくて、なんか機能で分かんないのがあった時だけ調べて、出てきたら見るって、それぐらいな感じでしたね。だからなんか、ブレンダーの機能を学ぶためにこれを作ってみようみたいなのはほとんど見てなくて、もう最初からエブリシングロストを作るためにブレンダーを学習してたっていう感じでした。で、あとはもうひたすらそのシーンの制作と試行錯誤を繰り返して、制作を作ってました。制作をしてました。で、アセットもほとんど自分で作ってて、今思うと非効率なんですけど、やってましたね。で、これ最初の頃作ったブレンダーの制作物で、左側がさっきの、ファーストカットの、シーンで、外だけちょっと違う HDRI を貼ってるんですけど、こんな感じで作ってたり。あとは、うちのバンドの他の曲でカセットテープって曲があって、カセットテープをそれに合わせて作ったりしてたんですけど、なんか、多分これブレンダー始めて2ヶ月、3ヶ月ぐらいで作ってるんですけど、結構そのリアルなものを作るっていうところのこだわりがやっぱ当時からあったんだなっていうのがこれを見ると感じますね。すごいですね。2ヶ月で。そうですね。なんかリアルにするためにこうしようっていうのを逆算して勉強していくと、ここまで今見ても結構リアルだなって思うんで、なんかこうラベルというか、茶色い部分とかのこう色のかすれ具合とか、かなりなんかこだわりを感じますよね。なんか多分これはテクスチャかなんかでやってたんですけど、でも結構その辺はこだわった記憶がありますね。はい。で、多分、トポロジーとかめっちゃくちゃなんですけど、それでも、パッと見リアルなものができれば自分的にはいいかなっていうことで、当時はやってました。はい。で、Everything Lost を実際、半年ぐらい、1年半ぐらいかけて作って、で、公開したんですけど、そこの、なんか1年半ぐらいですね、結構長い間モチベーションをどうやって保ってたのかなっていう話をしようと思います。で、自分のバンドのミュージックビデオってすごい自分にとってちょうどいい、最初の課題だったなと思っていて、時間はもういつ発表でもいいよって言われたんですよ。結構壮大に作ったんで、もう、いいものできるまでこれ公開しなくてもいいですかっていう話を自分でして、仕事だったら絶対できない話なんですけど、そういう話をして、時間かけさせていただいたっていうのが一つ。ただお金かけて撮ってるんで、いつかは絶対公開させなきゃいけないっていうのもあったんで、なんか適度な責任感というか、こだわるとこはこだわれるけど、ちゃんと最後は仕上げなきゃいけないっていう、一つの作品を完成させるってすごい難しいことだと思っていて、でもそれをなんか乗り越えやすくハードル設定ができたのかなっていうのは今思って、振り返ると思うことですね。なんで一個作品完成させるってなるとき、本当にいろんなこと勉強しなきゃいけないんで、それを1年半かけてゆっくり学べたのかなと思ってます。はい。で、制作途中ですね、ちょいちょい、メイキングを、X 当時 Twitter に、アップしてまして、結構反響があったので、これも結構モチベーションに当時はなってましたね。
で、あとはそのブレンダーってやっぱコミュニティがあって、ブレンダー使っている人たちのコミュニティ、まあ今日ブレンダーフェス見てくださってる方や出演してくださってる方たちのコミュニティっていうのがあって、で、そこでこうやっぱいろんな作品作ってる人々の作品を見て、で、自分がやっぱ一番リアルなものを作りたいと思ってたんで、さらにリアルなものを見せられると、うわ、もっと頑張んなきゃとか、なるほど。やっぱそういう気持ちになって、まあいろいろ刺激を受けながら頑張れたなっていうのがあります。で、そうですね、なんか結構尖ってたというか、すごいブレンダーのやる気があった時は、もう他の人がいい作品出してると、うわ、すごいなと思って、勝ちたいなと思うじゃないですか。そうするともうなんか、本当に無駄な時間作んないで全部ブレンダーの勉強にやってよみたいな感じで、なんかジムで走ってる時にイアンさんのチュートリアル流してみたりとかお風呂入りながらチュートリアル見たりとか、そんな時期もありましたね。これでも皆さんやっぱりこう作品作られる時におっしゃいますけど、こう発表するというか、はい、アウトプットするのを定期的にやるのは大事だっていう話ってされますよね、皆さん。で、なんかその仕事だとやっぱり途中経過を勝手にこうアップするとか絶対ダメなんですけど、まあ自分のバンドのだから、自分のバンドのやつだからある程度できたっていうのもあって、その辺もすごい良かったですね。なるほどですね。で、公開後は、結構反響をいただいて、いろんなメディアでも取り上げていただきました。で、これ右側に出てるのがですね、一番最初に僕が多分 CG ワールドさんに、載ったというか、CG ワールド .jp の方に掲載された時の記事で、この時なぜかバンドメンバーも一緒にインタビュー受けてるんで今見るとちょっと面白かったんで、よかったら皆さん見てみてください。結構前の記事なんで、ちょっと探すの難しいかもしれないですけど、こちらの URL で載ってます。はい、で、まあ、ここまでエブリシングロスト完成させるまでで結局何が大事だったのかなっていうのを考えた時に、もうその自分が納得する一つの作品をもう作り上げるっていう、そこだけに結構モチベーションを持ってやってました。で、なんか、まあ、いろいろ評価されて嬉しかったとかはもちろんあったんですけど、それ以上にやっぱり自分が納得できて、で、メンバーに見せて恥ずかしくないかっていう、そこがすごい自分の中であったんで、それをこう、ある程度ラインをクリアするための作品っていうのを、まあ、作るっていう、そこに一つ目標があったから、そこから細分化して、じゃあここを勉強しようとか、この時期ぐらいまでにこのぐらい完成させたいなとか、まあ、そういうところに結構時間を使えたのが良かったなと思います。で、これ撮影中のワンシーンなんですけど、これが僕なんですけど、この右で撮影してる、はい、野上小太郎くんっていう、まあ、当時は映像ディレクターでカメラマンやってたんですけど、今はもう自分でもブレンダーで実写合成の MV をバリバリ作るようになっていて、はい、よく今でも一緒に仕事している仲間ですね。で、これはボーカルがなんか地中に落ちていくシーンなんですけど、これ撮ってた時すごい疑われて、はい、本当にこんなんで大丈夫なのってめちゃくちゃ聞かれてみんな心配してたんですけど、まあいいのができてよかったなと、はい、思ってます。確かに撮影の現場だとちょっと、はい、大丈夫かな。あまりにシュールなんでこれどうなっちゃうのっていう、はい、まあちょっとその時信じてもらって、はい、やりましたね。はい。で、じゃあ次にですね、じゃあそのブレンダー 2.8 で始めた僕が、3.6 の今になるまでに、どういうふうに、実写合成のワークフローっていうのが変わってきたかっていうのを、ブレンダーのアップデートと並べてお話しできればと思います。で、2.8 が出たのが2019年の7月ですね。この時に、EEVEE が導入されて、ブレンダーの UI もかなり作り変えられたんで、結構話題になりました。で、それを受けて11月に、2.81 が出て、僕はここで初めてブレンダーをインストールしましたね。で、この時にちょうどエブリシングロストを撮影しました。で、その翌年の2020年の2月に、これアップデート内容がちょっと消えちゃってるんですけど、なんか多分アップデートがあって、サイクルス、この時僕知らなかったんで、EEVEE で作り込むっていうのをやってました。で、イアン・ヒューバットさんのダイナモドリームティザー、さっき見た動画がここでちょうどアップされて、これでできるっていうふうに確信したのがこの辺でしたね。で、6月に 2.83 が出まして、で、ここで、サイクルスのちょっとアップデートが入って、サイクルスってそれまで、ビューポートでデノイズがかけられなかったんですよ。で、今は、ビューポートでデノイズかけられるようになったんで、まあ、ビューポートでも綺麗な
見た目で見れるようになりました。で、このぐらいの頃にですね、サイクルスを使ってエブリシングロストを作り直して、1カット目がほとんどできて、これでいこうっていうところまで行ったという記憶があります。はい。で、その後、2020年の8月から、この辺からですね、結構、EV のアップデートが多く入りました。で 2.90 で EV のモーションブラ、それまで EV ってモーションブラかけられなかったんですけど、ここから入りました。で、2.92 が、2021年の2月に出て、ここでジオメトリノードが最初の、一番最初のジオメトリノードが導入されます。で、4月ぐらいにエブリシングロストを公開しましたね。で、ここで、実写合成の案件のお話っていうのもいくつかいただいて、仕事でやっていかなきゃいけないっていうところに直面しました。で、2.93 が6月に出て、で、ジオメトリノーズがですね、大きくシステムアップデートが入って、で、EV にもまたアップデートが来て、被写界深度がつけられるようになったと。で、結構この 2.90 のアップデートと 2.93 のアップデートで EV が結構強くなったんで、これで仕事できんじゃないかなっていうのを感じて、で、エブリシングロスト公開直後は結構 EV で仕事をやってました。はい。で、EV でやった仕事の一つの例なんですけど、このミュージックビデオですね、事務所の、当時事務所で同じアーティストだったシンさんって所属されてる方のミュージックビデオで、結構堪能期だったんで、もうエブリシングロストと同じことしてたら絶対終わんないと思って EV でやってみました。で、リアルタイムレンダラなんで結構リアルに見せるの難しくって、そこはいろいろと工夫しながら作ったんですが、レンダリングがとにかく早いんで、全カットレンダリングしても3時間とかで終わるんですよ。すごい。はい。で、もうレンダリングしたデータをそのまんまアフターエフェクトに読み込んで、コンポジットと最終の編集の状態まで、コンポジションが組まれてたんで、なんか背景に修正があっても、全部レンダリングバーって一回、レンダリングボタンを押してやり直せば、もうアフターエフェクト側にも全部反映されるっていう風にして作ってました。で、なんかこれで火を落とすと背景がこう入れ替わるみたいな演出とか入れて、かっこいい。いろいろこういう EV で最初は、実写合成をやってました。はい。で、EV でずっとやってたんですけど、2021年の12月にサイクルスにかなり大型のアップデートが入って、サイクルス X っていうのが出ました。で、一応ブレンダーのドキュメントによると 2倍から8倍、それよりもそれまでのサイクルスよりレンダリングが速くなるというアップデートが入って、で、なんかここで思ったのが結構 EV でリアルにするって結構難しくって、調整していけばできるんですけど、サイクルスだともうサイクルスのレンダーエンジンポチってやるだけでかなりリアルになっちゃうんで、であればもう EV でリアルに作り込む時間かかるよりも、もうレンダリングする時間かかってもサイクルスでやった方がいいなっていうふうに感じるようになってきました。で、その後3月にジオメトリノードでいろいろできることが増えてきて、仕事でもジオメトリノードを使うようになって、いろんなプロシージャル表現を取り入れるようになってきました。で、自分の中で結構大きかったのが、2022年の6月に、佐藤ノアさんのレディーバグっていう曲のミュージックビデオを作りました。で、この時にですね、全部サイクルスで実写合成をやったんですが、この時にいろいろ効率化のための方法とか考えて、で、この頃、大体もうこの頃やってたワークフローが今のワークフローになってます。で、ちょっとその前に、佐藤ノアさんの MV 見る前に一回、ブレンダーのサイクルス X のアップデートの時に出てた画像ですね。大体のシーンで、今までかかってた 2.93 がこの青いバーなんですけど、赤いバーが、ブレンダー 3.0 でサイクルス X になると、これぐらいレンダリング時間が縮みますよっていうグラフなんですけど、これが出てから基本的にサイクルスでやろうという風になりました。これすごいですね。衝撃的な、はい、もうなんか少なさですね。はい、なんか今までの何だったのってぐらい早くなって。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となる
ブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など、著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。で、その時作ったミュージックビデオがこれですね。で、結構このミュージックビデオ自体が、背景のシチュエーションが割とマットな質感のところが多いというか、EV だとどうしても質感が出しづらいシチュエーションが結構多くって、で、こういうのを作るってなった時にやっぱサイクルスでやるとリアルな背景が作りやすかったっていうのがあります。で、これも、グリーンバックで全部1日スタジオ借りて撮って、で、制作は1ヶ月ちょっとぐらいで確か、はい、完成させた記憶があります。で、この横の落ちてるキャンディーとか、アイスとか、こういうのをジオメトリーノートで配列してましたね。この時に本当にその 3D のセットと実写をどうなじませたらいいのかみたいなのをすごい考えて、でこの時は、撮影前にもう全部 3DCG を作って、でそれを照明部にあらかじめ渡して、で照明も合わせてもらうみたいなことをやってました。そういう作り方なんですね。確か100カット以上あったと思うんですけど、まあこれを全部グリーンバックでやってますね。で、こことかは実際には動いてないんですけど、本人は、ベルトコンベヤーで運ばれてみたいな感じに、カメラ側を動かしたりとか。なるほど。なんかでもこの頃からその背景のシチュエーションをいろいろ作って、そのグリーンバックでやったら、MV ってやっぱシチュエーションの数ってすごい大事で、最初から最後までやっぱ背景が同じだと、やっぱ見てて途中でどんなにうまく編集してもやっぱちょっと飽きちゃうんですよ。で、最近やっぱ K-POP のミュージックビデオとかはもう本当に背景のシチュエーションすごいいっぱいあって、カメラの角度とかも本当ワンカットだけにしか使わないカメラアングルとかガンガン入ってくるんで、そういうのにやっぱ憧れもあったりして、ディレクターっていうところからで。なのでそういうのがこうグリーンバックでできるといいなって始めたのが、まあこのグリーンバックでいろいろ背景を変えて作るミュージックビデオですね。なるほど、なるほど。はい。で、このミュージックビデオがあって、で、これさっき言った、サイクルスと EV との絵の違いなんですけど、まあ結構パッと見だとそんなに分かんなかったりはするんですけど、やっぱりサイクルスの方がこの、なんていうんですかね、影の落ち方とかリッチなんですよね。確かに。なんか、この奥に多分光が仕込んであるんですけど、それのこう間接光というか、他の壁に反射したやつがまた反射してるとかをサイクルスは結構ちゃんと計算してくれるんで、EV もできるんですけど、やっぱり少し時間がかかるので、サイクルスだと割とポチッとやっただけである程度リアルになってくれるっていうのが、特に仕事でやる上だと大事だなと思います。はい。で、最後ですね、ブレンダーのアップデートで、2022年の12月に 3.4 が出ました。で、ちょうどこのぐらいの頃に、また、川口ゆりなさんと頑張れルーヤさんの地域地域っていうミュージックビデオを、これも一人で130カットぐらいやったんですけど、この頃からクラウドレンダーファームとかを使って、レンダリングするようになってきたんで、だいぶレンダリング時間とかも、短縮してやることができるようになりました。で、この時はもう佐藤ノアさんの時に学んだことをいろいろ活かしながら、追加でいろいろアップデートも加えて、ワークフロー的には、スピーディーにできるように作ってましたね。こちらの作品で大体どれぐらいの期間で？これ確か1ヶ月強ぐらいだった気がしますね。撮影から多分1ヶ月、そうですね、1ヶ月半はかかってないぐらいで作ってたと思います。すごい。これもシチュエーションが10個ぐらいあって、全部に合成しなきゃいけなかったんで結構大変でしたね。
はい。で、まあ最近、本当最近の最近なんですけど、はい3.5はそんなに、今自分がこれで特に変わったってことはないんですけど、3.6で、ジオメトリーノードでシミュレーションノード追加とか、あとサイクルスの機能改善っていうのが入って、よりいろいろと自分の仕事はやりやすくなりました。で、この頃に、ノエリオンとみやびのコラボ曲でレイズっていうのがあって、その曲のミュージックビデオを、初めて僕の自分のブレンダーチームで VFX を分担して作業するっていうのをやりました。で、これがそのミュージックビデオになってますね。で、これも、さっき、エブリシングロストを撮影していた野上くんが、はい。この、みやびさんの部屋のシーンは、全部コンポジットまでやってたりとか、あとはさっき、ショートフィルムのセッションでお話しされてた高橋優さんが、この高速道路下みたいなところの、ちょっと今ちゃんと映るカットが、ここですね。はいはい。ここは高橋優さんが作りましたね。へっていうふうに、こう、各セクションで分担してやるっていうのを初めて行いました。はい。で、まあ、ここまでの流れで、自主制作からこう、仕事へっていうことで、まあ、仕事でやる上でこういうことが必要だったなっていう話をします。で、まあ、さっき言ったように、そのエブリシングロストってかなり自由にやってたんで、まあ、案件とか仕事として、実写合成やろうってなったら、まあ、クオリティある程度保った上でちゃんと納期も守んなきゃいけないっていうのが必要になってきますね。で最初はそれを EB でやろうとしてたんですけど、まあ、だんだん、いろいろスピードアップとか効率化を図って、現在のサイクルスでのワークフローになってます。プラス最近はその、じゃあ背景 CG だけだったら、分担できるなとか、トラッキングは分担できるなとか、そういうことをこう分担して、いかにやれるかっていうことにも注目してやってます。じゃあ今現在どういうふうに作ってるのかっていう話をします。はい。で、これざっくりとした制作のタイムラインなんですけど、最初に演出書と、自分が監督の場合だったら演出書とか、それから背景はこういう種類のものを作りますっていう背景リストを作ります。で、この段階である程度ラフモデルも作って、まあどういうふうなシーンになるのかっていうのが撮影段階である程度見えるようにしてます。で、実際撮影して、撮影したデータを編集して、で、編集したデータをもとに CG の作業用にカット表っていうのを作ってます。で、これしれっと書いてるんですけど、すごいカット表を作るのが僕の場合は大事だなと思っていて、結構これで全体の効率が変わってます。で、この辺の撮影からカット制作を行いながら、同時に背景をもうラフモデルを発展させる形でモデリングしてます。で、それが終わったらカットの使いが決まってるんで、それをキーイングですね。緑のところを抜く作業を行って、で、同時にカメラトラッキング、そして、シーンのレンダリングを行う。で、この2つをくっつけてコンポジットして、で、最後にカラコレと本編集して、MV が完成するという流れでやってます。で、この中でブレンダーで分担するところっていうのは、まあ、この背景モデリングと、それからカメラトラッキング、レンダリングになってますので、まあ、今回はブレンダーフェスなんで、この辺のワークフローを中心にやっていこうと思っています。はい。で、一つずつ細かく見ていくんですけど、最初の演出書とか背景リスト作成ですね。これ、ラフモデルで作った実際のシーンなんですけど、この右側のやつとかはさっきの高架下の高橋さんが作ったシーンですね。高橋さんにイメージを渡すときに、こういうレイアウトで、まあ、ここに高速道路あって、ここに本人たちがいてっていうイメージを渡すために作ってます。と同時に、まあ、出演者にもこれ見して、こういうシチュエーションで歌ってる感じでやってくださいとか、あと照明部もこういうふうに右側から太陽の光が入ってるような感じでとか、でカメラも、まあ、こういう広い感じなんでこの上の方をしっかり開けて撮るようにしてくださいねとか、そういう話をしやすいのでこういうのを作ってます。で実際に撮影を行ってます。で、撮影はもうこのぐらいのそんなに大きくないスタジオなんですけど、グリーンバックに、マーカーをペタペタ貼って、ちょっと見づらいんですけどマーカーが等間隔に貼られてます。で、それを持って最後編集してきます。で、この時点で一回、使いの絵をもう、クライアントには見てもらって、これでいきますよっていうのを確認取ってます。はい。で、次に背景のモデリングを、細かく詰めていきます。
で、これが今まで僕がいろいろ作った背景の一覧というか一部なんですけど、ちょっと今回ブレンダーのデータを使って背景のシチュエーションを1個、この左上のさっきのノエリオンみやびの MV で使ってたシチュエーションのモデルを今日持ってきてるんで、ちょっとブレンダーのファイルを開きます。こちらがブレンダーのデータになっていて、こんな感じの全体としてはシーンになっています。やっぱその自分が実写やってたっていうのもあって、なんかカメラが例えばこう、結構こういうアングルの切り方を結構してたんですけど、こっからカメラがこう突っ込んでいくみたいなワークをやってたんですけど、そうなった時にこうカメラのそばにあるこういう座席とかってやっぱスピード感増すために必要になってくるんで、こういうの入れとこうって考えたりだとか、あと結構大事だなと思っているのが、背景をやっぱリアルに見せなきゃいけないっていう中で、例えば本人がこういた時に 3DCG ってやっぱりすごい近くで見ると CG だって分かっちゃうんで、この人とそのすぐ後ろにあるオブジェクトの距離っていうのをなるべく取った方がいいんですよ。ここの距離が近いと、結構これリアルに作ったんで意外と大丈夫なんですけど、やっぱりこうやって見た時に比べると後ろの CG っぽさってどんどん出てきちゃうんですね。だからこの距離をなるべく取ってあげることで、背景モデルの粗とか 3DCG っぽさっていうのが見えなくなるよっていうのと、プラスここの距離があると、カメラの被写界深度をオンにした時にちょっと分かりやすく下げるんですけど、後ろがボケてくるんですね。でボケることによって、さらにその CG っぽさみたいなところがバレなくなってくる。あんまやりすぎると逆に嘘っぽくなっちゃうんですけど、カメラの設定とこの F 値っていうのを合わせてあげると、背景のボケとかも合わせられるんで、リアルな見え方になってきます。っていうちょっとテクニック的なところもありながら、こういうシーンは作ってます。だいたいこの1個のシチュエーション作るのに1日から2日ぐらいかけて作ってます。あとちょっとこの後説明するんですけど、この右上にコレクションがあって、コレクションの、一つのコレクションの中にこの背景で使う全部のオブジェクトをまとめてます。で、このカメラとかは外に出しちゃってて、で、後で別の、カットごとのデータを作るときに、このコレクションを全部リンクしてくるみたいなことをしてて、そうすると、この元のブレンダーのデータをいじると、各カットの、シーンに全部リンクされてるんで、他のも全部更新されるっていう感じになります。なので、このシーンでなんかちょっと変えたいなとかあったら、変えても他のシチュエーションにも全部この飛び出したところが反映するよとか、そういうことができます。はい。あとは、そうですね、広い、こういう絵で見たときに、これはなんか、芸術が失われた世界に唯一残った芸術の痕跡みたいなコンセプトで作ってるんですけど、こういう浮いてるものとか、CG でしか入れられないものとかもちょっと入れたりとかしてます。あとこの辺のビルはアセットですね。あとはこの、椅子の配列とかはジオメトリーノートでやったりとか、この後ろのなんか廃車みたいなのがいっぱい散らばってるんですけど、これもジオメトリーノートでやってます。とかこんな感じでシチュエーションは作っています。はい。ではちょっとスライドの方に戻ります。はい、で、カット表をさっき作るのがすごい大事と言ったんですけど、編集したデータをもとに、全員でそれを複数名で見ながら作っていくってなった時に、この背景ってどこの背景なのみたいなのが結構分かんなくなるんですよ。それが分かるように、このカット表、最初からカット番号を振って、で、その背景はこれだよっていうのをリストで
選択できるようにっていうのを作ってます。で、それが、トラッキングするときに 3D トラッキングしなきゃいけないカットなのか、2D でトラッキングするのかとか、あとはそれぞれのステータスとか担当っていうところも入れてます。で、これもう終わってるんで全部 OK になってるんですけど、最初は not started みたいなところから始まって、チェック中とか、今作業中とか、いくつかステータスがあって、今の進捗が分かるようになってます。あとはカットごとのデュレーション、長さが何フレーム。これ結構ブレンダーの、データを作るときに、ここを参考にしないと結構めんどくさくって、これを見ればすぐブレンダーの方で、これ何フレームのカットって入れられるようになってます。あとはあれですね、トラッキング用にカメラのレンズが何ミリかっていう情報も入ってます。で本当にこれ、すごいチームでやるときに大事で、僕はこれが、一人でやるときもこれを必ず作ってるんですけど、今、各カットがどういう状況になっているかっていうのがこれで一目でわかります。で、カメラトラッキングですね。かなりカット数あるんですけど、これは、トラッキングのデータなんですけど、これも、手分けをしてみんなでやりました。で、トラッキングデータは、トラッキングデータとしてブレンダーの、プロジェクトのフォルダの別のところにまとめて、で、各、ブレンダーのファイルがそれぞれ、元となる背景のシーンからリンクして背景を入れてるって感じになってます。で、あとはレンダリングして、CG の絵を出して。で、ちょっとここはもうブレンダー関係ないところなんですけど、ちょっとごめんなさい。MV が違う MV に急に変わっちゃったんですけど、背景をこう切り抜いて、で、CG の絵にそれを乗っけて色をなじませるっていうのが、キーイングコンポジットです。これはアフターエフェクトで全部やってます。はい。ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、今のが、これまでの、今の最新のワークフローになっていて、で、ここから、ちょっと追加情報として、ブレンダーユーザーで共同作業するときの話をしたいと思います。で、複数の人で同じブレンダーファイルを開いたりとか、やり取りしたりするので、なんか、データの欠損とかがないようにするっていうのが、基本的に一番大事です。で、ブレンダーの、この MV やるときは、じゃあもうみんなバージョンこれでやりましょうっていうのを僕はいつも先に決めて、みんな 3.6 でやりましょうねとか、今は決めてやってます。で、特に、3.4 からですね、ミックスノードが、シェーダーノードのミックスノードっていうのが、変更になっちゃって、これが結構外れることが多いので、これは特に気をつけています。あとは、テクスチャとか外部から読み込んでいるファイルのパスですね。で、これは、このブレンダーの左上のファイルからエクスターナルデータのパックリソースとかやると、ブレンダー内に全部データを埋め込めるんで、そういうのを使ってやり取りすることもできます。あとは、アドオンですね。アドオンをたくさん使ってると、結構、アドオンが入ってないパソコンで開くと、もちろん反映されなかったりするので、その辺の共有が結構大事かなと思っています。で、僕の場合は極力アドオンをもう使わないっていう手で今やってるんですけど、どうしても使わなきゃいけない時もあるので、そういう場合はちょっとうまくやり取りする必要があります。あと、アドオンによっては、お互いのパソコンで入れてても、なんか絶対パスとかで外からデータを読み込んでる場合があって、そうなると、同じアドオン入ってても、ボタニックとか特にそうなんですけど、外れちゃう時があるので、これも気をつける必要があります。で、これらの問題をクリアするために僕が一番楽だなと思っているのは、ドロップボックスのフォルダでもう一括でデータを全部管理することなんですね。ただ、全員がちょっと有料プランに加入している必要はあるんですけど、僕の場合はもううちのチームで1個アカウントを作って、それで共有してます。で、ブレンダーのフォルダがあって、その中に、それぞれの各シチュエーションのマスターのデータと、それから各カットごとのトラッキングデータを埋め込んだカットのデータ、あとはラフモデルのデータとかアセットのデータ、あとはトラッキングだけのデータとかそういうのが分けられています。で、この辺のフォルダで管理しつつ、さっきのカット表を使ったカット番号やファイル番号の共有だったり、あとは名前の付け方の統一とか、この辺はどの CG 業界でも大事なことかなとは思うんですけど、この辺を徹底するようにしています。はい。で、ちょっと改めてカット表なんですけど、そうですね、トラッキングの人はこのレンズのところを見て、デュレーションも見て、この辺でデータを作っていくと。で、それに背景を合成して、レンダリングしてっていう感じの流れでやってます。
はい。で、さっきちらっと話した、リンクの管理ですね。背景のシチュエーションのプロジェクトファイルっていうのがいくつかあって、シチュエーション A、B、C があったとしたら、まあ、マッチムーブのカメラワークトラッキングのブレンダーファイルがそれぞれあります。で、これに対して、このそれぞれのシチュエーションをリンクで読み込むことで、まあ、この1から5はこの背景、6から9はこの背景みたいなのを作っていきます。なので、まあ、この一番元のシチュエーションを変更しても、この辺のカットは全部反映されるんで、まあ、レンダリングし直せば直るよっていうことになってきます。これを作ることで結構、僕の場合は効率化が進みました。はい。で、ちょっと一番最後にですね、ブレンダーでまあ仕事をするために自分が大事だなと思うことを話して終わりにしたいと思います。でですね、ブレンダーのなんか技術以外の知識とか強みってすごい大事だなと僕は思っていて、まあ、ブレンダーってあくまでツールなので、そのツールを使って何を発信するかっていうところで、まあ、自分の場合は映像が好きだったんで映像の知識だったりとか、あとはそのリアルさ、CG っぽくないためにはどうするかみたいなこだわりを持ってたっていうのは良かったなと思います。あとはもう車の例えばこの流線形の形がめちゃくちゃかっこいいから好きとかっていう人は多分車のモデリングとかめちゃくちゃ向いてると思いますし、あとはもう単純にその誰々のような作品を作ってみたいみたいな、それを真似してみたいっていうモチベーションもまたありかなと思います。あとは、まあブレンダーでやるってなるとやっぱり、まあ何でもかんでも自分で個人利用のケースが結構多いとは思うので、そうなった時に、効率的なワークフローを作っておくっていうのは大事です。で、さっきのその車の形状が好きとか、まあリアルなのが好きとか、そういうこう自分の得意分野っていうのをちゃんと作品を通して、まあ一つの作品を作ってちゃんと発信するっていうことが大事だと思います。で、なんか仕事を僕も最近いろんなブレンダーのクリエイターとやる中で、なんかこの人これ得意そうだから、この仕事をお願いしようとか、結構そういう目線でお願いすることが多いので、なんかその得意そうな分野みたいなのがあると、すごい仕事につながりやすいのかなと個人的には思っています。はい、ちょっと、後編は以上になるんですけど、僕の今やってる映像チームの紹介だけ最後に少しします。で、僕自身やっぱりディレクションずっとやってきたので、まあ、VFX 使って演出の幅を広げたいなっていうところで、作ったチームになってます。で、グリーンバックの実写合成を中心にミュージックビデオや、まあ、CM の制作を行っています。で、もし興味がある方はですね、メンバー募集しておりますので、ぜひ下の URL から、ご応募いただければと思います。はい、以上でちょっと駆け足になっちゃったんですけど、僕の講演は以上となります。はい、ありがとうございます。もういろいろと盛りだくさんのお話をしていただきまして。はい、時間気にしちゃった。いえいえいえ、ありがとうございます。ちょうどお話の合間にですね、質問なんかもいただいているので、ちょっと私の方で読ませていただきますね。はい、ご質問がですね、これエブリシングロストの PV のお話をしていただいているタイミングぐらいでいただいたご質問なんですけども、後から描いた花などをすでに描いたフレームに反映されているのはどのようにやったのでしょうかという。後から描いた花などをすでに描いたフレームに反映されているのはどのようにやったのでしょうかっていう。後から描いた花。どれの MV のことかちょっとわかんない。どれだっけな。どのシーンでしょうかね。タイミング的には。エブリシングロストでも花出てこなかった気がするんで。じゃあ別の作品ですかね。ご質問いただいた方もし、この後いただければ。はい。じゃあちょっとそれとは別のご質問に移らせていただきましょうかね。はい。分担のお話をされてらっしゃったところでのご質問があったんですけども、分担、シーンごとの分担のお話はありましたが、分担ってシーンごとの分担なんですか、それとも作るオブジェクト単位とかでしょうかということで、オブジェクト単位で何か分担されるってことってあったりされるんですか？場合によってはありますね。なんか、シチュエーション1個作るときに、まあ背景は例えば結構得意なんだけど、実写合成ってなると、人の周りとかはすごいリアルに作る必要があるんで、じゃあ人の周りだけ、僕がやりますとか、あとはなんか空中にいろいろ浮いてるオブジェクト、個別のオブジェクトはじゃあ誰がモデリングしましょうとか、まあそういうパターンはありますね。なるほどですね。じゃあまあ、オブジェクトごとってこともあるっていうことなんですね。そうですね。最近の仕事だと、サイバーパンクの世界作ってたんですけど、看板ってサイバーパンクですごい大事で、そうですよね。看板をとにかくたくさん作る人とか、そういう人を入れてやってもらったりとかもあります。なるほどですね。はい。ありがとうございます。
続いてのご質問です。若園さんとお読みするんですかね。ご質問ありがとうございます。ビハインドシーン動画も出していただいて、いつも楽しみにしていますと。作品も素敵ですが、種明かしは別の楽しさがあって2度美味しいですというご感想いただきました。ありがとうございます。ビハインドシーンは、涌井さんご自身で作り込まれているのでしょうか。作り方の参考情報やテクニックってありますかというような。メイキングってことですよね。そうですね。そうですね。僕が基本自分でメイキング作ってることが多くて、ちょっと今回紹介しきれなかったんですけど、なんかこう、オブジェクトがたくさん降ってきて並んでくるみたいなよくある VFX メイキングみたいなのを作りたくて、そうですね。参考にしてるのは結構ハリウッド映画のメイキングとか YouTube で VFX ブレイクダウンとか調べると出てくるんで、そういうのを結構参考にして作ってますね。確かにああいうの面白いですもんね、見ててもね。はい。ありがとうございます。はい。あとですね、この後にいただいた質問ですね。人物の映り込みはどうしているんでしょうかというようなご質問です。あれですね、結構いろんな人に聞かれるんですけど、聞かれた時にしか答えてないやつなんですけど。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとスライドの画面にして、やばい、なんかおっしゃった。大丈夫だ。大丈夫です。はい。人物がこの床に微妙に映り込んでるんですけど、結構これで設置感が全然変わるんですよ。で、これをやるためにはですね、一回このキーイングしたデータを、ブレンダーに読み込んでまして、ブレンダーに読み込んで、ここに人物のちょうど位置に板を配置するようなことをしてます。で、板のところにカメラから、投影してるんですよ。このアルファ付きのフッテージを。でそうすると、この人物の位置に、人物の形の素材が配置されるんで、サイクルスだとカメラに映ってるパスはオフにして、この反射だけ活かすっていうのができるんで、そういう設定をすることによってこの反射だけ作ってます。なので、ちょっと3人とかだと割とできるんですけど、人数が増えると結構大変な処理になっちゃうんで、ちょっと限界はある方法ではあるんですけど、そんな感じで反射は作ってます。なるほどですね。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとお時間になってしまいましたので、質疑応答の時間以上とさせていただきます。ご質問いただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。はい。そうしましたらですね、このご講演を聞いていただいた方々に、涌井さんからメッセージをいただいて、終了とさせていただきたいと思います。では、涌井さん、メッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。そうですね。なんか、ブレンダーってこう、仕事でやるには難しいんじゃないかとか、言われることも結構あるソフトなんですけど、自分の場合は、ある程度少人数の、チームで作ったりとか、そういうワークフローを自分で確立することで十分、仕事に使えているので、ぜひこれを見て、仕事でブレンダーやってみたいなとか、趣味でもこう仕事につながる作品作ってみたいなという方は、ぜひですね、作品を一つ仕上げて、いただければと思います。皆さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間はですね、涌井さんにセッションの方をご担当いただきました。改めて涌井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。